人間のいない国。三人はしばらくの間、この夢のような美しい景色に見とれていましたが、いつまでもそうしているわけにはいきません。やがて低い木の茂みを分けてヤシの林に戻り、元の海岸に帰り着きました。ともかくこの海岸をずっと歩いてみようじゃないか。ひょっとしたら村かなんかがあるかもしれない。土人といってもみんな人食い人種と決まっていないんだからね。一郎くんのそういう意見に従って、三人は海岸をできるだけ遠くまで歩いてみることにしました。まず右の方へ道を取って、岩の多い凸凹道を5、600メートルも行きますと、突然そこで平地が尽きて、険しい岩山がそびえ、その海に面した方は何の足がかりもない断崖になっているところに出ました。そこでひとまずその方へ進むことは見合わせて、また元の場所へ戻り、今度は左の方へ海岸伝いに歩いてみましたが、30分ほど行きますと、こちらも同じように高い岩山になっていることがわかりました。ああ、僕たちは運が良かったんだね。ボートが少しどちらかへ寄って吹きつけられたら、こんなひどい断崖だもの、とても助かる見込みはなかったんだよ。哲夫くんが言う通り、遠浅になった平らかな海岸は、三人が流れ着いた2キロ余りの間だけで、その他はずーっと恐ろしい断崖が続いているらしいのです。岩山はそのまま、だんだん高い山になって、ずーっと奥の方まで続いていますので、回り道をして向かい側に出るわけにもいきません。向こうへ行こうとすれば、どうしてもそのゴツゴツした危ない岩山をよじ登るほかはないのです。三人は最前から暑い日に照らされて随分歩き回ったので、すっかり疲れてしまって、喉も渇いていました。ねえ、少し休もうよ。僕はもう一度ヤシのつゆが飲みたくなった。保くんがまた弱音を吐きました。ヤシの林はその辺までも続いていて、海岸から100メートルも森の方へ行けば、美味しいヤシの実がどっさりなっているのです。一郎くんや哲夫くんも同じ思いでしたから、すぐ賛成して、岩山の裾伝いに海岸を後にしてヤシ林の方へ歩いていきましたが、林の入り口に差し掛かった時、突然、哲夫くんが叫びました。あ、見たまえ。あそこに大きな洞穴があるぜ。なんだろう。見ると、なるほど。岩山の裾の少しくぼんだあたりに、大きな洞穴が真っ黒な口を開いているのです。何か動物が住んでいるのかもしれないね。保くんはもう逃げ腰になりながら、照れ隠しのように妙な身振りをしてきょとんとした顔で言いました。それを聞くと他の二人も思わず立ちすくんで、そのまま1分間ほども押し黙って洞穴を見つめていましたが、やがて一郎くんが安心したような声で言うのでした。大丈夫大丈夫。ごらん、ポパイがこんなにおとなしくしているじゃないか。もしあの中に何か生き物がいるとすれば、ポパイが黙っているはずがないよ。大丈夫だよ。一つあの洞窟の中を探検してみようじゃないか。一郎くんはこういうことにかけてはなかなか感慨深い上に、三人のうちでは一番勇気があり、決断力も優れていました。一郎くんは例のジャックナイフを開いて、万一の場合の身構えをしながら先に立って洞穴に近づき、しばらくその中を覗き込んでいましたが、やがて真っ暗な穴の中へ姿を消してしまいました。すると、それに続いてポパイも勢いよく洞穴の中へ飛び込んでいきましたが、
しばらくすると一郎くんの姿が穴の入り口に現れて、大きな声で呼び立てました。おい、早くおいでよ。素晴らしいお家を見つけた。僕らはこの穴をお家にするといいよ。何にもいないの？保くんはまだビクビクしています。いるもんか。虫けら一匹だって言いやしない。それに、この中は涼しくって、そりゃあいい気持ちだよ。保くんと哲夫くんはいきなり駆け出して穴の中へ入っていきました。いやー、素敵だ。ちゃんとお部屋のようになっているんだね。保くんは穴の中を見回して大喜びです。そこは10畳敷ぐらいの広さで、天井の高さは2メートル余り。床はだいたい平らになっていて、岩でできたお部屋と言ってもいいような、3人の住まいにはちょうどおあつらえ向きの場所なのです。冷たくていい気持ちだね。僕はここで寝よっと。保くんはおどけた顔をして、ゴロッと岩の床の上に転がったかと思うと、うつ伏せになって頬杖をついて、両足をバタンバタンとやってみせました。一郎くんと哲夫くんも笑いながら岩の壁にもたれて足を投げ出し、疲れを休めました。犬のポパイまでが真似をして、冷たい岩の上に長々と寝そべるのでした。そして3人はしばらくの間、喉の渇きも忘れて、その素晴らしい住宅を褒めたたえるのでした。今夜はここで寝ることにしようよ。ここなら大丈夫だよ。あの入り口の穴を何かで塞いでおけば、どんな猛獣だって野蛮人だって僕たちをどうすることもできやしないよ。それに雨が降っても大丈夫だし。うん、そうだ。これは僕たちの岩のお城だね。保証にはポパイという強いやつがいるしね。3人は口々にそんなことを言い合って、まずまずこれで安心と胸をなで下ろすのでした。でもね、僕は一つ心配なことがあるんだよ。しばらくして哲夫くんが感慨深そうな顔で言い出しました。心配なことって？保くんがうつ伏せになっていた顔をひょいと持ち上げて眉をしかめて聞き返します。君たちは野蛮人って言うけどね、ここには野蛮人だっていないかもしれないと思うんだよ。野蛮人がいなけりゃなおいいじゃないか。そうじゃないよ。野蛮人でも何でも人間がいてくれれば、僕たちは何とか工夫して助かる見込みがあるんだけど、人間が一人もいないとすると、僕たちは、ほら、ロビンソン・クルーソーのお話と同じになってしまうじゃないか。ロビンソン・クルーソーはあの寂しい無人島に25年も一人ぼっちでいたんだよ。25年目にやっとフライデーという野蛮人を手下にして、やっと2人になったんだ。そして助けられてイギリスの本国へ帰ったのは35年目なんだぜ。それじゃあ君はここが無人島だっていうの？そうじゃないかと思うんだ。あれだけ歩き回って一人の人間にも出会わなかったし、砂の上に人の足跡もなかった。どちらを見ても家らしいものはないし、煙も立っていないし、まるで死んだように静まり返っているじゃないか。無人島でないにしても人間の住んでいるところからは随分遠いんだよ。もし無人島とすれば、僕らはどうなるんだろう。3人のロビンソン・クルーソーになるんだよ。そのままぷっつり言葉が切れて、3人とも怯えた目を見交わして黙り込んでしまいました。読者諸君、その時の3人の心持ちがどんなだったかお分かりになりますか？ロビンソンのお話は読んだり聞いたりしては大変面白く思われますが、
もし自分がそんな身の上になったとしたらどうでしょう。お父様やお母様はちゃんと日本にいらっしゃるのですが、そこへ行くことも手紙を出すこともできないのです。先生やお友達にももう会えないのです。それも一月や二月ではありません。ロビンソンは35年も島から外へ出られなかったではありませんか。35年といえば、3人の少年が青年になり、大人になり、今のお父様よりももっと年寄りになってしまうわけです。その長い長い間、ただ3人きりで世界中の誰も知らない寂しい島で暮らさなければならないのです。それでもロビンソンはおしまいには本国へ帰れたからよかったのですが、もしここが近くを船も通らないような無人島だとすれば、3人は生きているうちに日本へ帰れるかどうかさえわからないわけです。3人の少年の前から突然人間の住んでいる世界が消えてなくなったのです。世界にはたくさんの人間が賑やかに暮らしているのに、その人たちに今の身の上を知らせることも、助けを求めることもできないのです。まるで全く別の世界へ。そうですね。例えば月の世界へ流し物にされたのも同様ではありませんか。3人はそれを考えると、何とも言えない寂しい気持ちになりました。寂しいよりも怖いのです。何とも言えない心の底が寒くなるような恐ろしさです。日はカンカンと照りつけています。空は青々と晴れ渡っています。海岸の砂は真っ白に輝いています。海は弓なりの水平線を描いて果てしもなく広がっています。後ろの山には緑の森がどこまでも続いています。それは私たちの世界と同じですが、ただ一つ足りないものがあるのです。人間です。人間の全くいない世界なんて、考えただけでも恐ろしくなるではありませんか。3人は長い間、一言も物を言わないで、じっと考え込んでいましたが、やがて、一番気持ちのしっかりしている一郎くんが、思い直したように、きっと顔を上げました。よそうよ。まだ無人島だかどうだか、はっきりわかりもしないのに、つまらない心配するのはよそうよ。たとえ無人島にしたって、僕たちは3人なんだ。一人ぼっちのロビンソンとは違うよ。3人が力を合わせて助け合えば、どんな苦しいことだって、恐ろしいことだって、我慢できるよ。それからね、もっといいことを言ってあげようか。もしこの島が無人島だったら、僕たちはここを占領して王様になれるんじゃないか。王様になってこの島を治めて、そして日本の国旗が立てられるんだよ。素晴らしいじゃないか。ね、哲夫くん。そうだろ。保くん、みっともない泣き顔なんかするんじゃないよ。さあ、元気を出して、また木登りをして、美味しいヤシの実を取っておくれよ。うん、そうだね。一郎くんはやっぱり偉いな。僕も考え直したよ。ロビンソンを見習うんだ。ロビンソンは一人ぼっちで船も作るし、稲も植えるし、牧場まで作って、無人島をすっかり住み心地の良いところにしてしまったんだからね。僕たちもやろうよ。ね、保くん。早くヤシの実を取っておくれよ。そしてお腹がくちくなったら3人でゆっくりこれからのことを相談しようじゃないか。
哲夫くんもしょげている保くんを励ますように言いました。保くんだって茶目のターコーの名にかけても、いつまでも泣き顔してなんかいるわけにはいきません。いきなりぴょこんと飛び起きると、よし、じゃあ君たちも下へ来て受け取るんだよ。と叫んだかと思うと、いきなりウサギのようにホラー穴の外へ飛び出して行きました。そして三人はまた美味しいヤシの実のつゆをすすったのですが、その時はちょうど真昼で、外を歩き回るのは暑くて仕方がありませんので、夜になってどんなことが起こるかもしれないのだから、今の間に眠っておこうということになり、三人は涼しいホラー穴の中に転がって、3時間ほどぐっすり昼寝をしました。そして目を覚ました時には、太陽も西に傾き、海岸の砂の照り返しもいくらか弱くなっていましたので、三人はまずそこの岩山に登ってみることに相談を決めました。岩山の上から見渡せば、島の様子がもっとよくわかり、人が住んでいるかどうかも確かめられると考えたからです。岩山は随分急ではありましたが、凸凹が多いので、そこへ手と足をかけてよじ登れば登れないことはないのです。先頭を受けたまわったのは木登りの名人保くんです。さすがに名人だけあって、実に身軽にひょいひょいと岩角から岩角へと伝って登って行きます。まるで猿のようです。それに続いて一郎くん。力の弱い哲夫くんはビリッコケです。おーい、早く、早く、大変だよ。大きな船が、あれあれ、横っ倒しになって沈んでいるよ。早く来てごらん。いつの間にか頂上に登りついた保くんが大声にわめき立てました。え、船だって？うん、狛江線だよ。めちゃめちゃ壊れている。まあ、早く来てごらん。一郎くんと哲夫くんは、この驚くべき知らせに、にわかに活気づいて、大急ぎで頂上によじ登って、保くんの指さす方を眺めました。岩山の海に面した側は、先にも言った通り、高い断崖になって、それがずーっと向こうの方まで続いているのですが、断崖の前の海面には、大小様々な形の岩がニョキニョキ頭を出していて、それに波頭がぶつかって白く泡立っています。そのうちの大きな2つの岩に挟まれて、一艘の狛江船が沈んでいるのです。帆柱は折れ、看板上のいろいろな道具は何もかもめちゃめちゃに壊れ、船体の3分の2は海に沈んで、へさきの方だけがニューッと海面に突き出しているのです。昨日の嵐にやられたんだね。僕たちもここへ吹きつけられたら、あの船と同じ目に遭っていたんだね。保くんが柄になくしんみりした声で言いました。狛江船だというので、僕は海賊船かと思ったが、そうじゃないね。うん、まるで違うよ。海賊船はもっと大きいし、色も違うよ。その時、じっと沈没船を見つめていた哲夫くんが初めて口を聞きました。僕たち、あの船へ行ってみようじゃないか。もしあの中にまだ生きている人があったら、助けてあげなければ。でも、どうして行くの？この険しい断崖を降りることなんか、とてもできやしないよ。ボートで行けばいい。僕たちのボートは砂に埋まっているけれど、まだ壊れてやしないんだから。ああ、そうだね。でも、オールがないぜ。一本は君が流してしまったし、あとの一本も嵐でどっかへなくなってしまったから。
一郎くんのよく切れるジャックナイフがあるじゃないか。あれで手頃の木を切ってオールを作ればいいよ。いやー、大変だな。そんなことしてたら、1日も2日もかかってしまうぜ。そりゃあそうだよ。でも、2日かかっても3日かかっても、僕たちにはその他に手立てがないんだから。やっぱりオールを作る他はないよ。ロビンソンをごらん。4ヶ月もかかって、丸木舟を作ったんだぜ。結局、哲夫くんの感慨深い意見に従って、オールを作ることに相談がまとまりました。なんという気の長い話でしょう。でも少年たちにはそれより他に仕方がなかったのです。